皆さんこんにちは、のらんです。今日はオビツ制服計画の上村えいりちゃんをちょっと読んでます。はい。で、今日作るものなんですけど、ワンピースの続きも作らないとなとは思いつつ、ちょっと今日はね、でも週末になっちゃう前に1個検証してみたいなと思ってたのがあるので、それを作っていきたいなというふうに思います。前々からちょっとこれも言ってたんですけれども、お人形をしまう時用のお洋服をちょっと作りたいなと思います。例えば、私がよく作るワンピースなんですけれども、今まではもう割とね、色移りがすごくしそうな服以外はもうその服のまましまってることが多かったんですね。なんですけれども、どうしても特にこういう薄手の綿 100% の布なんかはそうなんですけど、こうしまいじわというかね、こうギュッとなってしまうとシワが入ったり、あとよくあるのはこのバックの部分ですよね。こういうところがこうギュッと折れちゃってたりとか、いろいろとやっぱちょっとその服のままだと不都合があるなということで、基本お洋服は脱がせて、そのしまう用のお洋服を切ってお人形をしまうように今後しようかなというふうに思ったんですね。で、それを作る上で、お人形の、クッションにもなって、色移りもしなくて、できればたくさん作れるように、あんまり複雑な形じゃなくて、シンプルな型紙にしたいなということで、とはいえなかなかそんなお洋服の型紙っていうのもないので、ちょっと自分であーやこや作ってみようかなというふうに思って、今日はなのでそのね、実験というか検証というか試作をしてみたいなというふうに思います。で、その上でちょっと参考にしようかなと思ってたのがこちらですね。これはペットワークスさんで、私の場合はですけど、ルルコ、あとあれだ、オデットもそうだったかな。とにかくももこちゃんではなくてルルコちゃんサイズの、20センチドールサイズの子で、お洋服付きじゃない子、フレッシュルルコとか、を買った時に着てくるお洋服です。裸ん坊じゃなくて一応お洋服を着てくるっていうバージョンがあるんですけど、その時の服なんですが、これがすごく可愛いし、着せやすいし柔らかいしいいなっていう風に思ったんですね。ただいかんせんこれはピュアニーモ XS だったり小さい20センチドールサイズの服なので、もうちょっと大きくないと当然エイリちゃんとかには着せられないので、ちょっとこれの大きい版でもっと簡単な形のものをちょっと試作してみようかなという風に思います。で、ざっくり、こんなんかなっていうのを書いたんですよ。もうなんかすごいピケを塗る下紙で書くっていう、このもう紙の再利用率が半端ないんですけど、これで一回縫ってみて、でなるべく直線を増やしました。というのも今回もニット地を使うので、あんまり複雑な形にしたくなかったってのがあって、一回これで縫ってみて、もうぶっつけ本番でうまくいったらラッキーぐらいで、試作を重ねてやっていきたいと思います。で、今回使う布がこちらです。前カットソーを作った時に使った布の色が違うバージョンですね。前パンドラハウス売ってたら買いに行こうかなって言ってて、もうねやっぱさすがにほぼなかったんですよ。この色ともう一個しかなくて、でも今回はしまう用なので、むしろこういうヌーディーなカラーの方が色移りはしないですから、もうこれがいいかなと。しかも、ちょっと貼られちゃってんであれですけど、100円でした。1メートルで160センチ幅のこの布が100円でした。もうなのでね、多少実験的に使ってもいいかなというのもあるので、これでもういきなり縫ってきます。結局ね、本番の布で縫わないと試作でうまくいってもね、本番で失敗するんですよ。もうそれもあるあるなので、もういきなり本番の布で縫ってみて、サイズ感とか
その辺をちょっと測りながらやりたいと思います。なのでもう今日はね宣言しておきますけども、最終的に素晴らしいってものは正直できないかもしれないですが、まあこうやってね、紆余曲折、違うな、試行錯誤するのもね、一つの日常なので、今日はちょっと実質パジャマなのかな、ルームウェアのようなものを作っていきたいと思います。はい、完成しました。一発目にしてはね、ほぼ理想形に近い感じに仕上がったんじゃないかなという気がしますね。まあもちろんファッションとしてどうっていうと、まあイモいですけど、私が求めていたものという意味では、及第点ではあるんじゃないかなというふうに思います。量産したいのでいろいろ改善したいなと思う部分はあるんですけれども、まずね、根本的な大きさとしてはこんでいいと思います。ちょっと他の子に着せてみないと何とも言えない部分があるんですけれども、とりあえずこの今エイリちゃんがオビツ24で、できればリカちゃん、ブライス、あとできればオビツ22までカバーできるといいなというとこですね。ちょっとミディブライスとかピュアニモ XS になると若干あれかもしれないですけど、丈感はなんでこんでいいです。で、ちょっと靴下とかをね、あんまり私脱がせない人なので、そう思うと今これエイリちゃんはマシュマロウサギさんの時のガッタのタイツとガタベルトとパンツを履いた状態なので、ちょっとねきつかったんですよ。なんでここもちょっと膨らみと、ここももうちょっと広くていいのかなという気がするので、ここの足の広さを改善するのと、ちょっと股上がギリギリだったので、もう1センチぐらいは股上を下げたいなというところですかね。あとはそんなにマストじゃないけど、首周りをもう気持ち広くしてもいいのかなという気がしました。そんなとこかな。でも改善点は後ろも綺麗にいったのでいいと思います。これすごくうまくいったな。ねえ、ほんと完全に適当に型紙を切った割にはうまくいきました。なのでこれを量産したいですね。ちょっと型紙を改善してね。今いる子たちのことを考えると、もうできればね、今後お迎えすることも含めると10着欲しい。最低でも10着か。ちょっとね、なかなかしんどいですけど、いつかやんなきゃいけないと思ってるので、10着ちょっと作ります、これをね。なのでそうしよう。一旦型紙はこれ修正して、今度この前のワンピースの続きとこれを10着量産するのをもうやります。もうちょっとね、中途半端な作業状態のを残しておいても次に進めないので、まずちゃんと終わらせてからまた次行きたいと思うので、一旦ちょっと今週中、週末までかかるかもしれないけど、でそこを終わらせてまた次作りたいと思います。いやでも今回のはすごくうまくいきました。達成感はすごくありますね。これも一応なんやかんや毎日ねミシンをやってきたおかげなのかなと思うことにします。はい、ということで本日は、ルームウェアなのかな、収納用のつなぎを作りました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。